んにちは、メイです。今回はおしゃれに見える黄金の配色費とどうやってレイアウトをするかについてお話しします。どんな家具を選んだらいいのかわからない方や、まとまっているけどなぜか物足りないと思う、そんな方におすすめの動画です。それでは見てみましょう。この部屋は黄金の配色比率に合わせて配置しました。黄金の配色比率とは、ベースカラー 70%、メインカラー 25%、アクセントカラー 5% です。ベースカラーは壁紙や床で、メインカラーはテーブルや壁掛け家具などの大きな家具、アクセントカラーは小物などです。色の決め方のおすすめの順番は、1、ベースカラー、2、メインカラー、3、アクセントカラーの順です。割合の占める大きな色から選ぶととても楽です。使いたい家具のメインカラーから選んでもいいですが、少し難易度が高くなります。ベースカラーは一般的にアイボリー、ベージュ、グレーなど空間が広く見える色がよく使われています。同じ家具でベースカラーを白にするとこんな感じですね。先ほどより部屋が広く見えますね。白系がいいよとおすすめしましたが、あつ森はゲームなのでこんな感じで暗い色でも楽しめます。暗い色をベースカラーに持ってくる時の注意点としては、同じスペースでも狭く見えてしまうということですね。特に狭さは気にせず、おしゃれを楽しみたい方におすすめの色です。好きな壁紙から選ぶとこから始めるとベースカラーが決まるので、次のメインカラーを選ぶことが楽になります。ただおすすめしないベースカラーは目が痛くなるような眩しい色です。ビビットカラーやビタミンカラーと呼ばれるような色は難易度が高いです。ベースカラーよりアクセントカラーとして向いています。好きな壁紙が眩しい色の場合はアクセントボールとしてチラ見せすることをおすすめします。ベースカラーを選ぶ時のコツとしては、眩しくないくすんだ色や白などの無害そうな色を選ぶことをおすすめします。メインカラーが一番重要で、部屋の印象を大きく決める役割があります。メインカラーは大きな部屋だと 2,3 色使われることがあります。メインカラーを選ぶときは、1、壁と同じ色にする。2、壁からグラデーションで考える。3、好きな色を使うです。1が難易度が低く、3が難易度が少し高めです。家具の簡単な組み合わせは壁と同系色にすることです。大きな家具と壁紙の色が合っているので、部屋が広く見える効果があります。特に白は何でも合うし、邪魔をしないので迷った時におすすめです。メインカラーが白と緑の2色の組み合わせです。これは壁紙と家具の色を同系色にしました。白、グレー、黒ですね。壁紙の色からグラデーションで考えるとメインカラーが決めやすくなります。特に白、グレー、黒は何でも合うので好きな色を使いやすくなります。今回の場合の好きな色の組み合わせは緑ですね。これは私の好きな色のブラウンをメインカラーにしました。ブラウンでも少しずつ色味をずらしています。ずらす理由は単調になりすぎないためです。あつ森の家具はシリーズによって微妙に色が違うので、同系色を選ぶだけで勝手におしゃれになってくれます。ブラウン系でも暗めの色にすると落ち着いた感じになります。逆にライトブラウンだと軽くなり、シンプルでナチュラルなスタイルになります。観葉植物で緑を多く取り入れるとよりナチュラルですね。ライトブラウン、緑はナチュラルテイストが好きな方におすすめです。メインカラーを多めの黒とブラウンにしたバージョンです。家具はソファーとライトを変えただけなのにかなり印象が違いますね。黒は重厚感があるので高級感を出したい時や引き締めたい時に使うと効果的です。注意点としては、狭い部屋に使うと息苦しいので数点取り入れるか、机の足やフレームなどに黒を持ってくると違和感なく溶け込みます。メインカラーが決まって家具を配置する時のコツは、1、大きな家具から置く。2、大きな家具の周りは似た色を選ぶ。3、たまに床や壁と同じ色を取り入れるを意識するといいと思います。アクセントカラーとはメインカラーの引き立て役になる色です。選び方は1、同系色、2、補色、
3、自然界にある色の組み合わせを意識して選ぶことをお勧めします。とは言っても何これ状態だと思うので、実例を交えながら紹介します。さらっと説明しますと、同系色は隣り合う色の組み合わせです。補色は絵の具で混ぜるとグレーになる組み合わせ。反対色とは補色の横にある色です。この部屋はここにアクセントカラーがあります。メインカラーがブラウンなので、赤が同系色、緑が自然にある色です。アクセントカラーはほんの少しだけ置くことを意識すると配色黄金比に近づきます。このレイヤートレイはアクセントに反対色を使っています。黄色に水色や青はとても相性が良く、様々なデザインで使われています。あつ森の小物家具は補色や反対色を使われていることが多いので、メインカラーを選んだと思ったら補色もセットという親切設計になっています。小物で補色のありすぎはごちゃごちゃした印象になるので、ちょっとだけ置くことをおすすめします。補色をアクセントカラーで持ってきた例です。オレンジ、黄色に対して青はよく合うので、覚えておくとぐっと部屋が引き締まります。現実世界でアクセントカラーはソファーのクッションやベッドにかけてある細い布なのですが、あつ森では置けないので観葉植物や飲植物、壁掛け家具などをおすすめします。配色の黄金比はこのような感じになっています。色の決め方の順番は色の占める面積が大きい方から考えることがおすすめです。ベースカラーは壁紙や床のことで、色味の少ないものを選ぶと部屋が広く見えます。メインカラーは大きな家具などのことで、メインカラーを考えるときはこの3つで考えると楽です。ウッド系の家具をメインに選んだ場合は、同じ色合いの違うテーマから選ぶとおしゃれになります。メインカラーを 25% くらいにするためにはこのようなことを意識しています。アクセントカラーは全体の 5% になるようにちょっとだけ配置します。選ぶ時のポイントは3つです。メインカラーに対して同系色、補色、反対色をちょっと取り入れます。アクセントを取り入れる場所は植物や小物をおすすめします。いかがだったでしょうか。色の話が少し専門的になってしまったので難しく感じるかもしれませんが、あつ森の家具はとても優秀で同系色を選んでおけば間違いはないです。家具を選ぶ時の参考になりそうかもと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。